今日はお豆腐きなこプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はお豆腐きなこプリンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お豆腐ときな粉を使ったとてもヘルシーなプリンを作っていきます。甘みもですね、今回はラカントを使っていくので低糖質のプリンに仕上がります。混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。絹豆腐、無調整豆乳、ラカント S、きな粉、粉ゼラチン、お湯、そしてトッピングに黒蜜を使っていきます。はい、ということでね、今回はこちらの材料で作っていきたいと思います。まずお豆腐なんですが、こちらは必ず絹豆腐を使うようにしてください。今回使うのがよく3パックセットで売っているこの豆腐を使っていきます。そして豆乳に関しましては無調整豆乳を使用していきます。お好みでフレーバー付きの豆乳を使っていただいても OK です。その場合はお砂糖などの量は調整してください。そして甘みに関しましては今回ラカント S を使って低糖質のプリンにしていきます。この豆類に関しましてはお好みのものを使用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにお豆腐を水切りしていきます。このようにザルとボウルを用意してください。そしてキッチンペーパーを敷きます。キッチンペーパーを敷いたらこの上にお豆腐を出しましょう。はい、こんな感じです。そしてキッチンペーパーでお豆腐を包みます。あとはですね、お豆腐の上に重しになるような容器などを置いてください。そしてこのまま1時間水切りしていきます。それでは続いてゼラチンを溶かします。器にゼラチンを入れます。そしてここにお湯を注いでください。お湯を注いだらよく混ぜましょう。はい、OK です。だいたい30秒から1分ほどよく混ぜてください。今ね、この状態だとまだ少し不透明な状態になってます。こちらをこのまま使うまで置いといてください。そうするとゼラチンがきれいに溶けてきます。1時間経ちました。じゃじゃん。1時間経つとね、このぐらい水切りできてると思います。そしてお豆腐の厚みもだいたいね、半分ぐらいになってれば OK です。そしたらですね、別のボウルに水切りしたお豆腐を入れてください。そして泡立て器を使ってお豆腐をすりつぶしていきます。このように一度しっかりすりつぶしてください。そしたらですね、続いてこちらのお豆腐をさらに滑らかにするためにハンドブレンダーを使っていきます。もしね、こういったブレンダーなどがない場合は網目の細かいものでこしてみてください。では滑らかにしていきます。ブレンダーを使う時はね、このように中央にまとめてからやっていただくといいかなと思います。はい、このように滑らかになるまでブレンダーで攪拌してみてください。こんな感じです。今回私はね、ハンドブレンダーを使ったんですが、ミキサーやフードプロセッサーを使っていただいても大丈夫です。そしたら続いてここにきな粉を加えます。きな粉はふるって加えてください。そして泡立て器などを使ってしっかり混ぜましょう。きな粉がね、ダマにならないようによく混ぜてください。はい、OK です。で、よく混ざったらここにラカントを加えます。そしてよく混ぜましょう。ラカントはね、少し溶けにくいのでしっかりめにね、混ぜるようにしてください。甘さはですね、ここで少し味見をしてお好みで調整していただいて大丈夫です。ラカントのシャリという感じがなくなれば OK です。そうしましたら続いてここに豆乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。それではですね、この後溶かしたゼラチンを加えるんですが、この生地が冷たいとゼラチンを加えた時にゼラチンのつぶつぶが出てしまう時があります。なので一度こちらの生地を温めます。電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、
1分加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。この時ね、人肌よりもちょっと熱いぐらいになってれば OK です。そうしましたらこちら溶かしておいたゼラチンを加えます。今ねちょっと固まっている状態なので、こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱して溶かします。はい、10秒加熱しました。そしたらこの生地の中にゼラチンを入れてください。そしてよく混ぜましょう。この時ね、泡立て器を使ってしまうと泡立ってしまいますので、ゴムベラなどを使って混ぜていただくといいかなと思います。はい、よく混ざれば OK です。そしたらね、一度こちらの生地をこしていきます。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。こす時は茶こしなどを使ってください。できるだけね、網目の細かいものを使いましょう。それではこしていきます。はい、プリン生地はこれで OK です。それではプリンカップに流し入れていきます。今回は 150ml のプリンカップを使用します。はい、このように流し入れてください。今回の分量だと 150ml のカップで2つ分になります。ではね、今少しまだ温かいのでしっかり粗熱を取って、粗熱を取ったら上にラップをかぶせて冷蔵庫で5時間しっかりと冷やします。はい、それでは冷やし固まったので取り出したいと思います。このようにね、しっかりと固まってます。取り出す時なんですが、こういったね、細めのナイフを用意してください。この縁に沿って一周させます。そして底の部分はですね、器にお湯を張ってちょっとね、お湯につけます。だいたい5秒から10秒ぐらいで OK です。はい、そしたらね、お皿に出してちょっと上下に振ってください。はい、そうするとね、このようにプリンが落ちてきます。下に落ちたら容器を外します。このようにプルプルで美味しそうに仕上がりました。あとはここにお好みで黒蜜ときな粉をトッピングしてください。はい、これでお豆腐きなこプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はこのようにきな粉と黒蜜をトッピングしてます。こちらはお好みでやってみてください。そしてこのようにプリンはプルプルに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。プルプルですね。ではいただきます。美味しい。もうすっごく濃厚です。甘さもちょうどいいし、あとは口の中に入れた瞬間に溶けますね。すごく滑らかです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のお豆腐きなこプリンのポイントです。まずお豆腐に関してですが、こちらは必ず絹豆腐を使ってください。そしてしっかり水切りしてから使うようにしてください。水切りしていただくことでとても濃厚な仕上がりになります。そして水切りが終わったら、まずホイッパーなどを使ってある程度ね、滑らかになるまですりつぶしてください。その後ですね、今回私はブレンダーでさらに滑らかになるまで攪拌しました。こちらはミキサーなどを使っていただいても OK です。もしね、ブレンダーやミキサーなどがない場合は網目の細かいもので一度こしてみてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。そしてゼラチンなんですが、このゼラチンは必ずお湯で溶かしてから加えるようにしてください。さらにですね、生地の中に入れるときは生地が冷たいと溶かしたゼラチンを入れてもつぶつぶが出てしまう時があります。なので必ず生地も温めて、だいたい人肌程度ぐらいの温度にしてからゼラチンを加えてください。その後混ぜるんですが、混ぜるときはね、泡立て器を使ってしまうと気泡などができてしまいますので、ゴムベラなどを使ってよく混ぜるようにしてください。そして型に流し入れるときなんですが、一度茶こしなどでこしていただくとより滑らかな仕上がりになります。今回は 150ml の容器2個分になります。こちらは目安にしてみてください。あとは冷蔵庫で5時間ほどしっかりと冷やし固めてください。そして出来上がったプリンの外し方なんですが、まずね、細めのナイフで周りをくるくるくるっとなぞってください。そして底の部分に関しましてはなぞることができないので、お湯の中に5秒から10秒ほどね、底の部分を当ててください。温かい布巾などでも OK です。あとはですね、お皿をかぶせて裏返して上下に揺すると取れると思います。あとはお好みできな粉と黒蜜をかけて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお豆腐きなこプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。
そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。